はい、皆さんこんにちは、カブじいさんです。はい、今回はバイクツーリングでフェリーを利用する際のノウハウや大切なポイントを動画にしてみました。きっと皆さんのお役に立てると思います。動画の最後にフェリーに乗る際のマストアイテムをお教えします。最後まで見てってくださいね。はい、今回は関東は埼玉に住んでいるカブじいさんがバイクで北海道までフェリーを利用して移動してみて分かったいろいろな大切なポイントやノウハウをお伝えしますね。まずはその1番目、まずフェリーに乗るためには予約が必要なんですが、このハイシーズン6、7、8、9、この辺りはですね、バイクの乗船枠が非常に混み合って予約が取れないってことがあります。実際カブじさんは大洗から苫小牧へ行く行きのフェリー乗船枠を確保できませんでした。人だけなら乗れるんですけれどもバイクの枠がなかったんですよね。ですので早めに予約を取ることが大事です。茨城県大洗港から苫小牧へ向かう太平洋フェリーの場合ですと2ヶ月前から予約ができます。そして新潟から小樽へ向かう新日本海フェリーの場合は3ヶ月前からの予約ができます。カブじいさんはこの大洗発のフェリーの乗船ができなかったのでわざわざ埼玉から新潟まで280キロ走って新潟小樽間の新日本海フェリーを利用しました。なので大洗のフェリーの方が混んでるんですかね。早めの予約をおすすめします。はい、ポイントその2、フェリーに乗船する当日ですね。乗船の手続きは各フェリー会社が指定している時間60分前ですとかハイシーズンでは90分前までに確実に済ますことが必要です。これはどういうことかというと、フェリーは今もでは飛行機と同じように e チケットの乗船チケットがウェブから入手できますが、それだけでもうフェリーに乗れるかというとそうではないんですよね。今コロナ禍ですので体温の計測、あと乗船後鍵のかかる部屋を利用する場合はルームキーを受付で受け取る必要があるんです。なのでe チケットだけでなく乗船手続きを指定された時間までに済ませてバイクを列に並べる必要があるんです。このことは十分覚えておいてください。ポイントその3、フェリーのターミナルビルは24時間営業とは限りません。フェリー会社によっては早朝は空いてなかったり深夜は閉まっていたりします。カブじいさんの場合は早朝にフェリーターミナルビルに着いたんですがまだオープンしていたんかったので、なんと牛丼屋さんで居眠りをしたんですよね。こんなドジなことにならないように時間を確認しておくのが大事です。ポイントその4、バイクでいよいよフェリーに乗船する際ですね、e チケットをすぐに提示できるようにクリアホルダーに入れるなどの準備をしておきましょう。はい、このシーン見てください。今クリアホルダーをバッグからすぐ出せるようにしました。そしてこのように e チケットをカードリーダーで読みます。ですぐに乗船するんですね。もしこの e チケットをカバンの奥にしまってたら大変なことになっちゃいますね。スマホの e チケットでもいいんですけどスマホを落としたりトラブルになりやすいので確実な準備をおすすめします。ポイントその5、バイクを駐車していよいよ自分が船室に上がる際には船旅中に必ず必要となるものを確実に持って上がるようにしましょう。フェリーが出港した後は防犯上の理由からバイクへのアクセスはできなくなります。カブじいさんはスマホの充電ケーブルを部屋に持っていくのを忘れていました。出港前に気がついたのでバイクから持ってくることができました。なので乗船前に船室へ持っていくべきものは全部袋にまとめておくことが大事です。ポイントその6、
貴重品は必ず肌身離さず携帯するか、館内にあるコインロッカーに保管しましょう。フェリーの中の部屋のタイプは鍵のかかる個室から鍵のかからないカプセルタイプの、部屋までいろいろあります。鍵がかからない部屋での貴重品の紛失はあくまでも自己責任になってしまいます。実際カブじいさんが乗ったフェリーでは貴重品が紛失して困っているライダーさんがいらっしゃいました。こういうことにならないように確実に保管を徹底しましょう。ポイントその7、船内の施設、とりわけレストランの有無は乗船前に確実に把握しておきましょう。カブじいさんの場合は帰りのフェリーがですね、レストラン設備のないフェリーに偶然当たってしまい、大洗に着くまでの3食すべてカップラーメンを食べるという、おそらく北海道ツーリング期間中最高にして最悪の苦行、拷問と化してしまったんですよね。こんなことにならないように皆さん確実にレストランの有無は把握しておいてください。ここからおまけになります。カブじいさん的フェリーに乗る際のマストアイテムを紹介いたします。はい、これから紹介するマストアイテムはこれがないと絶望的だということはないんですけど、逆にこれがあるとすごく快適にフェリーの船旅を楽しめるよっていうものと、フェリーを降りた後すぐに必要になるからあらかじめ船旅中に準備しておいた方がいいよっていうもの、そういったものを紹介しますね。ちなみにこれから紹介するものはキャンプでもとても役に立つものばかりなので、持っていて絶対損はありません。はい、ではマストアイテムその1、耳栓、イヤープラグですね。船内では周囲の人々の会話や場合によってはいびきなど、そしてフェリーのエンジンが発する重低音の騒音などいろいろな騒音があります。そういったものをシャットアウトして熟睡するためにも耳栓っていうのはマストアイテムですね。これキャンプでもとても重宝します。マストアイテムその2、スリッパかサンダル、そしてリラックスできる上下の衣類ですね。バイク用のブーツやシューズを履いていたのでは足がもう疲れてしまいます。せめてこの長い船旅の間に体を休めるためにもこれらのリラックスできるグッズはね、ぜひ持って部屋に入るといいです。これキャンプでも重宝しますよね。はい、マストアイテムの3番目はタオルか手ぬぐいですね。フェリーの中には大きなお風呂がありますのでタオルは必須になります。キャンプでも使いますからね。もうこれは持ってても当たり前というか当然ですね。はい、マストアイテムその4、もしレストランのないフェリーに乗ることがあらかじめ分かっているのであれば、乗る前にコンビニやスーパーで3食分の自分が食べたい、食材ですね、食料を買い込んで乗船することをお勧めします。はい、マストアイテムその後、最後ですね。フェリーを降りた後すぐに使うであろうスマホやアクションカメラ等ですね、あらかじめ船の中で充電しておく必要があると思います。ですので USB コードですとか AC アダプター類、これはマストですね。カブじいさんこれをね忘れてしまったので慌ててバイクに取りに行きました。出港前だから取りに行けたんですけど、これ出港後だったらアウトだったんですよね。じいさん危うかったです。以上5つのマストアイテムですね。なくても死ぬわけじゃないんですけど、あるととっても快適に船旅を過
過ごせて降りた後も快適っていうマストアイテム5つご紹介しました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録にいいね、コメントをどうぞよろしくお願いします。